皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちはこちらのハイエースで日本一周している夫婦です。はい。今回は私たち日本一周2年目に入りましたので、去年とはまたちょっと違った夏対策をご紹介したいと思います。1年間車中泊をやっていると、もっとこうした方がいいな、これでいいなっていうような選別もできてきましたので、グレードアップしております。グレードアップはしてません。むしろこれぐらいで十分だなっていう風になってきたところもあるし、前回いた場所とは今回夏を過ごす場所とかも変わってきますので、今回はより皆さんに身近に感じられるような対策を準備してきましたので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。まず1つ目です。これが一番私たちにとっては重要です。こちらスノーピークのフィールドファンです。これで換気をして風を循環させます。こちらはマキタとスノーピークのコラボ商品でして、こちらのマキタのバッテリーを使ってコードレスで回すことができます。これは別売りなので、これ持ってる人も多いとは思うんですけど、私たちはこちらを持ってましたので、これで作ることができます。料理してる時もだし、寝る時も、特に車内夜で過ごす時はこれを回して常に風を送ってるようなことが多かったです。これのいいところは首振り機能っていうのがついてまして、これでね、私たち1人じゃなくて2人っていうこともあって、特に寝てる時はこの首振りを使ってそれぞれ風が来るように首振りをして、あとはこの切りタイマーっていうのがついてる、扇風機みたいなものと一緒だね。のタイマーを使って夜は寝て過ごしてるっていうような感じです。結構枕元に置く場合もあるし、足元に置く場合もありますし、1、2、3段階まで調節できます。扇風機の中じゃ風量も強い方だと思ってます。これ結構1個バッテリー高いんです。本当に高いので、これだけを買ったとしてもちゃんとコードもついてます。こういうケーブルがついてるので、バッテリー使うってよりかは割と電源使うことが多かったなと思っています。結局バッテリー充電しないといけないという手間が出てくるから、そう、こっちで使っちゃってたね。6ワットぐらいかな。次、風量に14ワット、2倍ぐらいですね。これがマックス。最大でも30ワット弱というような感じでしょうか。1つ目はこちらの防虫ネットです。防虫ネットなんですけど、さっき紹介したフィールドファンだけだったら空気がここの中でこもっちゃうので、窓を開けて循環をさせます。で、これ、吸盤をつけてないタイプがあって、もう去年から使ってるからだいぶボロくなってはきたんだけど、これがめっちゃ安くて便利です。簡単で。夏は必ずつけます。ハイエースってここにコマンドがついてます、両側に。で、私たちは特にハイエース専用の網戸は取り付けてないので、もう何もないです。ハイエース専用の網戸はちょっと値段も高かったりするし、網戸代わりにしてます。これははめ込むだけ、本当に。挟めてるだけです、窓枠に。地味にね、これサイズが、このサイズじゃないとダメみたいなのがあったので、リンクの方にこの買ったものを貼っておきたいと思いますので、もしハイエース乗られてる方とか参考にされてください。自分たちが車中泊するときはシェードもつけるんですけど、その前にこの網戸をつけた上でシェードをつけて周りが見えないようにした状態で使っています。あとはカーテンをすれば、ここから光がやっぱ漏れちゃうので、これでもう目隠しにもなる。一番はやっぱ夏場は虫、蚊とかが入ってくるから、それの防ぐことにもなるし、これ下プラスこのファンを回すとより空気が循環していい感じに、涼しくはないけど空気が回るというような感じです。今から梅雨にもなってきますし、ジメジメしてます、車内の中も。なのでこの循環するのも大事かなと思うので、このセットが一番重要かなと思っています。から見るとこんな感じです。一応人影が見えるし、電気つけたらしっかり見えるんですけど、カーテンを閉めてください。閉めます。光が漏れることはありません。続きまして、こちらさっきの小窓用の網戸とは別に、こちら後ろにつけるタイプのやつも必要となります。
かなり暑くなってくると横の窓だけじゃ空気の通りが悪かったりはするので、夏になってくればなるほどこの後ろのネットが必要になってきます。後ろ開けるとかなり風が抜けるからちょっとはマシになる、だからこれをつけて防虫ネットなので虫が入らないようにっていうのもあるし、風を通すっていうのもあります。ハイエース専用のマグネットタイプかなんかなってる常時取り付けられるやつみたいなのが正直ちょっと欲しかったんですけど、2年目もこれでやりきりたいと思います。上はマジックテープで留めるのみ。こんな感じで車は蚊帳の中にいるような感じになります。はい。チャックがついてるから出入りとか、私たち食器が下に積んであるから取り出すこともできます。公園の駐車場だとかキャンプ場だとかはこの状態のままで過ごしても問題はないんですけど、夜住泊してる時は防犯上だったりとか周りの方に迷惑かかるので、バックドアはさすがに途中までは閉めないといけないという風に私たちは対応してます。この状態だと車の後ろのドアが開いたままになるので、閉めた状態を作っていきます。使うのはこちらの3つです。カラビナと S 字フック、そしてこういったバンド状のものです。全部100均で揃います。開けてる状態だとバッテリーの上がる可能性がありますので、こうすることで閉まった状態を作ります。ここにこちらのバンドをつけます。で、閉めます。S 字フックはハイエースだとこういった引っ掛けるとこがあるので、これにでこれで後ろも当たることないし、ドアも開けっぱな状態にもならないし、空気も通すこともできます。おすすめしたいのがこの調節機能がついてるのはぜひともおすすめしたいところです。こうやってね、調節できるからこの幅も調節できて、これいいなって思ってます。次は夏兼梅雨対策みたいな感じです。去年は私たち北海道で夏を過ごしたので、割と湿気のないところで過ごしていました。私は本州で過ごす予定なので、ジメジメしてるかなと思い、こちらを買いました。消臭機能付き、繰り返し使える除湿剤。基本的にカバンとか衣装ケース、クローゼット、靴とかに使えるものなので、私たち車の中に靴とかも入れてるから、これからの季節雨が多くなってきて、靴も濡れたりするし、服もね結構じとってしてるので、タンスとか靴とかに入れて使っています。タンス。私たちのタンスです。収納です。はい、で、収納に使います。これね、陰干しすることで繰り返し使えるっていうものになってますので、ゴミも出ずにね、そのまま使います。無印良品で買ってみました。この中にね、こんな感じで入れてます。タオルが入ってるとことかでも入れてるかな、こんな感じで。天日干し中。気持ちいい。もちろん梅雨時期、夏場はジメジメしてカビも心配なんですけど、虫、ダニが心配だということで、こちら大ダニスプレーを今回は買ってみました。やっぱダニはね、めっちゃかゆい。割と外で活動してたりとか、キャンプ場行ったり車中泊をしていたりするとついてんだよね、いつの間にかね、ダニ。夏の間は特に多いです。キャンプとかした後にお風呂入ってから車内に来ればいいんだけど、そのまんまの服で私たちここにいて、でこれで寝るから、いつの間にかダニついてて、ここのね、かゆいとことかもう早速ダニ被害あったんですけど、一回。なので私はこれで防ダニしたいと思って即振りかけたいと思います。これも無印良品で買いました。いらないだろうって思うかもしれないですけど、これかなり必要です。それこそ家に住んでる時からその防ダニシートとか入れてたし、特にね、この外にずっといるわけじゃないですか。ずっとこう外からの外気入ってるし、外からいっぱい持ち込んできてるから虫も絶対に入ってるってことで、気持ちだとは思うけど、これで対策をしています。続いてはこちら、今年初導入です。速乾タオル、テイムタオルっていうタオルです。水泳やってる人たちとかは必ずと言ってもいいほど持っているものです。これは速乾タオルってことなんですけど、私たちは温泉とか快活クラブとかを利用してお風呂に入ってるんですけど、今までは普通にこの使ったタオルをここに
干して、最低でも2回は必ず再利用してます。そんなに天気がいい日だったらいいんだけど、これを2枚かけてるんですけど、全然乾かないから、湿度も上がるし、匂いの原因にもなる。それがすごく気になっていて、ということで今回こちらを導入しました。これだったらすぐ乾くし、今日の朝、バリバリに濡らしてたんですけど、短時間でほとんど乾いてスポーツ店とかに売ってます。お値段も1600円でした。そしても全然かさばらないし、匂いとかも全く気にならないだろうから、めっちゃ重宝してます。続きまして、こちら。ネッククーラーです。去年は電気タイプのネッククーラー使ったんですけど、全然使わなかった正直。1回2回ぐらい。充電しないといけないっていうところがネックだったんだよね。これやっぱりもう今時誰でも持ってるよね。子供からペット用まであるぐらい。これは28度以下でもう冷たくなるっていう構造になってて、普段活動してる時も外散策したりする時も使うし、キャンプしてる時も使うんですけど、寝る時も使えます。冷蔵庫で冷やしてなくても、スーパーとかで生物を買った時に氷で冷やすだけでも十分冷たくなるから、わざわざ電気使わなくても冷やせるって。キープタとかも考えたんですけど、それって捨てなきゃいけないのもあるから、これだとゴミにもならないし、電気も使わなくてめっちゃいい。りょうくんこっち使ってる。私こっち使ってる。デザインとかもいろいろあるから、これめっちゃ便利だなって思いました。これ使えばよかったなってちょっと後悔しましたもん、これ。久々に僕の登場です。最後の夏対策としては冷蔵庫です。こちらを冷やしたいと言いましても、冷やせるものがもちろんないといけませんので、僕らは冷蔵庫を使っております。僕たちのチャンネルを見てくださっている方々は、あれいつもの廃校機がないって思われた方もいらっしゃるかと思いますが、あちらですね、1月ぐらいから調子が悪くてですね、実家に帰った際に修理に出したんですけど、出発までに残念ながら間に合わなくて、一応見てもらって廃校機の方に異常はないということだったみたいなので、そちらは実家でお留守番中です。異常はあったと思うんですがね、わからないんですけど。で、こちらお話をいただきましたので、自分たちも旅を進めていく上で、やっぱ冷蔵庫は必要だということでご提供いただきました。こちらの会社は、ブージ RV という会社の冷蔵庫で、CRD ミニ24リットルです。今まで使っていた廃校機能は18リットルだったんですけど、こちら24リットルの冷蔵庫になります。深さ的にはそんなになくて、幅もそんなに場所を取らず、すごく助かっています。こちらの機能を簡単に説明していきたいと思います。こちら素材感としては、ちょっとプラスチック製のような感じで、こちら開けますと、2つ部屋がございます。真ん中に仕切りを取ると、1つの部屋にもできますし、ここで仕切りを作ると2つの部屋として使うことができます。こちらにライトもついております。こうやって見たときに、そんなに場所は取らないにもかかわらず、入る量はかなり広いです。こちら2つの部屋で使っているということだったんですが、もちろん右側がこちらの表示になります。左側がこちらの表示になります。両方とも温度をそれぞれ設定することができます。こちら最大は20度から最低はマイナス20度まで使うことができますので、冷蔵庫としても冷凍庫としても使うことができます。一つ気をつけないといけないポイントは、左側の部屋は右側の部屋よりも温度を下げることができないという構造になっています。右側の部屋は0度で設定してあるんですが、左側を設定する際に0度まで行くとこれ以上下げることができません。今右側が0度になってますので、これ以上温度を下げることができないというような形になっています。それ以外にはエコモードにするパターンか、マックスモードに変更する方法があります。急速に冷蔵したい場合はマックスにしておいて、ある程度もう温度が冷えてからはエコモードにしておけば長時間使用することができます。こちらに L というマークがあると思うんですけども、こちらはバッテリーの電力の強さを調整するところです。ただこちらは問題点でもあって、入力電圧によって自分で変える必要がありますので、そこがもし自動だったりしたらもっと助かるなというふうには感じております。ここにドリンクホルダーがついてて、特にキャンプとか外でするときにはこれ使えるかなと思います。あとこちらですね。このまま開けると中にはバッテリーが入っています。こちらの冷蔵庫は別売りバッテリーになりますので、これともう1個同じバッテリーを入れることができますので、これ1つだったらこちらの時間で使用することができて、これ2個になると最大1日近く使うこともできます。こちらについて良かった点と悪かった点それぞれお話ししていきたいと思いますが、まず良かった点としては先ほども話した通り、容量がいっぱい入る割にしてはそれほど大きくない。普通にこれ見たら大きいだろうって思うかもしれないですけど、
外と置いてる場所をしっかり考えれば、以前使ってた廃校機よりも容量もいっぱい入りますので、すごく助かってます。次にいい点としては、こちら取っ手がついていて、ゴロゴロ転がすことができる点もすごくいいかなと思います。これがあるだけで本当冷蔵庫を外に出す、充電するっていう時にめちゃくちゃ使えるんですよ。あと、キャンプの時。これあるかないかは相当変わってくるかと思います。この大きさの割にはそれほど重くないです。本体の重量は 11.8kg。バッテリーが 1kg ちょっとあります。約 13kg なんですけど、これだけ持ってずっと運べばもちろん重いですけど、ローラーがついてることによって重さを軽減することもできますし、自分たちも乗せたり下ろしたりするのでも全然苦労しないので、いいかなと思ってます。もう一ついい点としては、音がすごく小さい。45デシベル以下っていう風になっているんですけど、冷却しようとする音っていうのも全然聞こえなくて、一晩中使ってても音が全く気にならない点がいいなと思いました。これ買った点についてもお話ししておきたいと思います。まず一つは、排水機能がないというところです。スーパーで氷を持ってきて入れて効率よく冷やすような方法をとっているんですけど、その溶けた氷の水が漏れてしまった際に、この中に結局溜まってしまうわけです。それを排水する場所がない。引き取れる場合はいいんですけど、そうではない場合は中身のものを一回全部出して、この冷蔵庫を一回全部ひっくり返さないといけないという。こうやってしてからこうやってしながらひっくり返して水をこぼさないといけないっていう点がすごく困ってるなと思います。排水する場所が横にであれば、これでローラーで傾けるだけでっていうような機能があってくれるといいなと思いました。気になる点2つ目は、これ操作、このパネルで見やすくてすごくいいんですが、ちょっと操作が厄介だなと思う時があります。その下にも簡単操作ガイドっていうのは載っているんですけど、説明書もしっかり日本語表記で分かりやすく書いてはくださってるんですけども、温度調節する時とか、一番は電圧調整をしないといけないというところが厄介だなと思って、これがうまくいかないと誤作動を起こしてしまうっていうことがたびたびあったりするので、そこが自分としてはちょっと困っているところではあります。最後にこちら AC 電源、車のシガーソケットで使用することが可能です。ですので車で運転しながらこちらを使用することもできますし、ポータブル電源、あとは家でもちろん使うこともできます。そしてこちらにはバッテリーがついておりますので、バッテリーのみでも動かすことができます。ただ注意しなくてはいけない点がありまして、このバッテリーは冷蔵庫と別売りになりますので、冷蔵庫だけを買ってバッテリーで動かすっていうことができませんので、約2万円ほどのバッテリーを1つまたは2つ使ってバッテリーのみで長時間使うことができますので、そこだけは注意していただきたいかなと思います。これで私たちの夏対策2024年バージョン以上になります。夏になってくると車中泊も辛くなってくるとは思うんですけども、エンジンをつけっぱなしに、して寝たりとかいうことがないように、少しでも電力を使わずにできるような夏対策として何か参考になる部分があればいいなと思ってご紹介しております。はい、夏でも自然の力をいっぱい借りて元気に楽しく車中泊をしましょう。これから本当に夏本番になってきますし、梅雨もこれから本格的に入っていくと思います。台風に遭遇することもあると思いますので、改善点も出てくるかとは思いますけど、少しでも参考になったのならチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。倉田夫婦でした。さよなら。さよなら。車中泊をしましょう。しましょう。ダサいな、なんか学生の発表会みたいな。